皆さんこんにちは。アクアビットの田中です。今日は、9月17日に迫りました、広角機動隊 4K リマスターが、劇場公開になるということで、私と今日はスタッフのミキちゃんと一緒にお話をさせていただきたいと思ってます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうして広角機動隊をうちが取り上げるかっていうと、ただ単に我々が好きだからというこれですよね。好きです。めちゃめちゃ見られやすく今響いてると。田中さんは広角機動隊ってどこで知ったというか、きっかけみたいなのとかあったんですか？多分ね、テレビシリーズ版なのよ。そう、神山監督の、スタンダードコンプレックス、あれを何気なく見て、これ面白いじゃんと、でそこで実は劇場版もあるのねっていうので、ハマってったっていうのが僕の最初。ちなみにミキちゃんはどうだったの？時代背景的な話もちょっと含めると、80年代ってサイバーパンクの全盛期なんですよね。サイバーパンク、はい、ニューロマンサーとかブレードランナーが82年の公開なんで、そのくらいってこう近未来感みたいなものってすごく題材として魅力的で、アキラが88年か、大友克洋監督ですね。確かにサイバーパンクっていう言葉ちょっと流行ったよね。近未来どうなるんだって盛り上がったよね。サイバーパンクにやっぱり誰でもティーンエイジャーは罹患すると言われている中二病中二病ね。はい、めっちゃハマりまして、浅見明先生の「サイレントメリウス」っていう漫画があったんですけれど、あの辺りにすごくハマって、で多分その隣あたりに置いてあったのが広角機動隊だから、私漫画版から入った。紙から入ったのね。田中さんは映画派なんですか？テレビ版とか原作派？何が好きかっつったらセカンドも含めたあっちが最初好きで、でもやっぱり金字塔っていう意味で映画版、やっぱすごいなって。ミキちゃんどう？私やっぱりこう刷り込み的に原作から入った人間なので、原作派なんですけど、すごい古いんですよこれ。最初の刊行が91年なので、もう30年経ってるんですよね。信じられないです。30年ってこの広角機動隊をテーマに取り上げたいと思ったのは、今僕がねやってる未来予測っていうのをっていうぐらい見事にこの世界観を書き表してるっていうか、今本当に共通するのがめちゃくちゃ多くて、この広角機動隊から相当影響を受けてるなっていうのをすごい感じてる。裏話ですね。その辺はちょっと後でゆっくり語ってくださいよ。はい。押井守版の魅力って何ですかねっていうところはちょっと語りたいんですけど。僕がやっぱり感じるのは、オープニングで擬態なのにまずエロいっていう、そこからまずストレートに入って、もっとこうクールビューティーみたいな感じで、世界観ってなんだろう、ちょっとうまく表現できないんだけど、テレビなんか本当にこうクールで、もともとロボットアニメとかね結構ある中で、擬態っていうのは人間としての柔らかさとかしなやかさだとかっていうのを兼ね備えてるっていう、エロでもマッチョでみたいなね。押井さんのやつっていうのは、本当理屈抜きで訴えかけてきたっていう。最後戦車戦う時に無理っくりその蓋を剥がそうとする時に力入れすぎて腕もげるっていう、もう中から機械とともにその人工筋肉がうわっと見えてみたいな。押井版っていうのは95年のあの頃にそういうことをしっかり映像として充実して、ミキちゃんちなみにこの今回の押井守版の魅力、どう？私もちょっと田中さんと被るんですけど、まず何といってもオープニングですよね。擬態の制作過程をね、パーツ一つからね人間が組み上がっていくっていうのを美しい映像でわーっと見せられるのはすごい、もうあれで全部持ってかれるっていう感じがあって、でましてその裏側にオリエンタルな民謡調の曲が乗るわけじゃないですか。オープニングが本当鳥肌ものですね。あれで本当にもう世界中に日本の SF とはこれだってすごい印象づけたっていう感じだったと思うんですよね。もうアキラと広角機動隊でもう日本の SF すごいっていう風に世界中を巻き込んだんじゃないかなっていうのが魅力の一つかなと思っていて、あともう一個、水の表現がすごいなと思っていて、水光学迷彩じゃないですか。透明人間なんですよね。なるほど。サイボーグと戦うシーンと、あと最後飛行戦車と戦うシーンっていうのが2つあるんですけど、どっちも水を使っていて、水がないと音だけドカッバキとか言ってて翻弄される相手とかだけが映るっていう状態なんだけど、その下に水があることで
水の音とか動きとか波紋とかで、その光学迷彩でここに素子がいるんだっていうその存在感を出していて、美しい表現だなって、あれはすごい魅力的だと思う。ちょっと脱線しますけど、第2作の「イノセンス」の方では、ガラスの表現がすごいんですよ。車のフロントガラスとかの映り込みとか、あと馬頭さんが商店で買い物をするときに冷蔵ケースがバーって割れたりするじゃないですか。あれ絵でこんなできるんだってすごいびっくりして、だからそのゴースト・イン・ザ・シェルは水がすごい、イノセンスはガラスがすごいっていうのはなんか私の中にあります。さすが。僕は個人的には吉井さんの世界って本当好きだな。はい、ハマる人にはもうたまらない世界ですよね。じゃあ話を進めるとして、ぶっちゃけですね、未来予測ってどこまで参考にしてるんですか？最初あんまり未来予測とその光学機動隊最初意識しなかったんだけど、でも振り返ってみたらそこから影響を受けまくってるで、特にそれを決定づけたのは今回の未来予測の中でも電脳という言葉を使って、コンピューターが速くなるぞじゃなくて、今起こってるのは AI で、これからコンピューターっていうのはまず言葉を認識する、あと例えば概念とかと理解するようになる、それによって美しい可愛いかっこいいとかっていう理解するっていうことを描いて、人間の感性みたいなところまで分析していく、解析していくってことですね。今までコンピューター01じゃないですか。でもそれじゃやっぱり限界があると。その代表的なものは例えば言葉でまず概念、猫ってこういうもんだみたいなのをいろいろ見て、あ、なるほど、猫って耳があって尻尾があって毛がふさしたのを猫って言うんだよねみたいなことを概念して、あ、なるほど、これ猫だみたいな、こういう大掴みにするのことをようやくコンピューターででき始めた。インテリジェンスになる、これなんて言うんだろうって電脳ってちょっと意味違いますけどね、広角機動隊の。いや、もう一つはブレインマシンインターフェース、イーロン・マスクさんのね、今新会社でも注目を浴びてる。でも実際もう一部 YouTube とかで公開されてるけど、サルは考えるだけで動かすようなもう映像のニューラリンクかながもう出してて、あ、サルでできちゃってるんだっていう、携帯電話をコンピューター化してきて、例えばスケジュールから始まって、電話番号なんかもメモとかね、そういうものをどんどん外部脳化してるわけじゃない。これがどんどんクラウド上に乗っかってくると、多分人間が本当に覚えてなきゃならないことと、必要な時に取り出せばいいやみたいなものってどんどん任せるっていう傾向が強くなって、そうすると今度は今みたいにキーボードとかあと言葉とかでコマンドを打つんじゃなくて、もっともっとスムーズに取り出したいと思う。その時に出てくるのは、人間と外部脳ってつないだらいいんじゃねえのっていう発想で当然出てくるよねと。で、改めて未来予測っていうのはすっごいこの光学機動隊に影響を受けたんだなって時代がやっと追いついてきた、追いついてきたっていう感じでね。ちなみにミキちゃんは外から見て未来予測って、その広角機動隊とかに似てる部分とかっていうのは感じる？似てるというか、田中さんのしてる予測ってちゃんとビジネスに使えるように地に足がついてるというか、一応なんか15年より向こうになると SF になっちゃうからねっていう、僕らがやりたいのは妄想空想じゃなくて、地に足ついたビジネスに使える予測なんでっていうことで線引いてるからね。だからそういう意味では過去は全然離れてたと思うんですけど、さっきも言ったようにその時代が追いついてきてる感があるので、今の未来予測って結構広角機動隊に似てますよね。特に今回2035っていうのは、今まではそのクラウドネクストサステナビリティライフイノベーションと、一つコンピューターって影響でかいけど全産業にかかる大きい話だけど、3つのメガトレンドの1つっていうのは2030までだったけど、そこからさらに2035っていう今回新しく書いたやつっていうのは間違いなく一番最もでかいのはコンピューターだと。でコンピューターの変化だっていうふうに置いて、サイバー空間というのを初めてその言葉にして、特にそのクラウドのニクスともに出てくるのはハイパーメッシュネットワークだと。これで世界中人と人がつながって、物もつながって、でそれは毛細血管になっていくと。そこでいろんなビジネスや生活をするようになるだろうと。ネットワークが線じゃなくて空間になるよね。ネットワークってただ単に使うものだったものが、ここにまず空間があって人間が飛び込むっていうね、これはもうその世界観ありきで、むしろ人間の方が存在としてはちっちゃくて、でそこに飛び込む、まさにそれが始まってるんだよね。サイバーパンクって多分世紀末思想的なものと結びついてるところがあって、大概どの作品も大きな世界大戦が起きて核戦争になって一回文明とか破壊された後
に再建されたっていう前提で描かれてるんですよね。だから広角機動隊もそうですし、他の SF 作品についても人間の体を機械化したりするっていうところにどうしてもこう寄っていく感じがあるんですけど、実際それは起きなかったと。で起きなかった現代においてっていうことでちょっと遠ざかってたかなって思ったんですけど、今回やっぱりこのコロナウイルスで世界的にこういろんなものが止まってしまって、で多くの人命も失われて、それはもちろん核戦争みたいな大きなインパクトはなかったかもしれないけれど、でもやっぱり社会を大きく変容させるきっかけではあるわけじゃないですか。そうだね、って考えると核戦争が起きてしまったサイバーパンクとはまた違う現代にはいるけれど、延長線で来れない未来みたいなものが、今アフターコロナとして広がったところはあるのかな。なるほどね。なるほどね。コロナともやっぱりでもコロナがあるから余計サイバーと意識せざるを得なくて、パソコンってっていうちょっと距離を置いた人たちが、もう嫌でもネットワーク使って会議するとか、そこで単なる通信手段ってもう空間になりつつあるわけで、まさにそのミシタのいうところのサイバーバンクがリアルに始まっちゃったちょっと始まってるっていうワクワク感がありますね。擬態と電脳についてはどうですか？今この広角機動隊の中で基本的にもう体がもう擬態当たり前という世界になってる。でもやっぱりすごいなと思うのは脳と中枢神経だけはこれは生身ですよっていう、その人としての命っていうのはそこにあって、魂もそこにあって、これはアンドロイドと人間の擬態化したものっていう、そこにやっぱり線引きを明確に置いてるっていう。コンピューターがねだんだん意思みたいなものを疑似的に持ち始めてっていうことは AI を作ってる中で、そのうちねシンギュラリティでもしかしたらそういうことを超えちゃうんじゃないかっていう話題になってるけど、その中に必ず出てくるのはコンピューターが意思っぽいもので、これ本当にリアルにコンピューターが持ってる意思なのか、それとも単なる疑似的に過ぎないのかっていうのが、今ようやく脳みその研究とともに広がってきたよねと。最終的に脳と中枢神経だけは人の拠り所なんだと、もう最終的に人ってゴーストがあるかどうかっていうことをねこう定義づけてるって、これは僕らは本当にこれから向き合うであろう大きな問題だからね。そうですね。そのうち AI と結婚しちゃう人とか出てきそうですもんね。馬藤さんがね、元子にずっと恋心を描いてるって、でも元子も完全に脳みそ人間だって言ってるんだけど、ほぼ完全なサイボーグで、しかもハイパーマッチョなサイボーグなわけじゃない。でもその馬藤さんは心も含めてコンピューターかもしれない元子に恋しちゃってるっていう、そう恋愛感情みたいなのを描いてるわけで、原作だとねそこはちょっと設定が違かったりするんですけど、なるほどね。ちなみに原作はどうなってるの？原作は素子さんは普通に彼氏がいるし、馬藤さんは馬藤さんで、ネット上で知り合った美女とオフで会おうって言うんだけど、その美女は実は95歳のおじいちゃんだから断られてるっていう。それって今起きてることですよね。ちなみに未来予測でもエイジレスな恋愛っていうのが必ず入ってる。入ってますよね。未来予測年表に入ってるんです。現代の普通に市政に生きる人々だってこう会社で見せてる顔と家庭で見せてる顔は違うし、Facebook 用の自分と Twitter 用の自分は使い分けてたりするわけじゃないですか。でどれが本当のあなたなのって聞かれても困りますよね。確かに自分って結局何なのって、本当の自分って何って言われたら難しいよね。そのペルソナみたいなものが今後こうアバターがもっと一般化していく上でどんどん肥大化していって、ついてはこうネットワーク上で知り合った美女は実は95歳のおじいちゃんだったっていうことが起きるわけですよ。でも少なくともそのサイバー空間で、例えば僕自分で言うとインスタのコミュニティ、インスタってほとんど上げてないんだけど、海外のネタしか上げてない。そうするとなんか見る人見たら、あれこの人すごい海外行ってる人なのみたいな。見えちゃいますよね。それは絵になるものだからたまたまそこを上げてるだけなんだけど、でもそうやってアイデンティティがこうね見えてくる。ペルソナが増えてくる。ペルソナが増えてくると、今のこう生きている人間としては、40代のおじさんかもしれないけれども、俺の心は12歳の女の子なんだみたいな人は絶対いるわけじゃないですか。で今まではそれは気持ち悪いとか言われてる世界だったけれども、今ってそうじゃないですよね。性別だって本当に生まれ持った性別とは違う性別を心で持ってるっていうことが許されていて、で例えば年齢に関してもそうでしょうし、
もっと言うとルッキズムみたいな、うんこう見た目とかにもとらわれない本当のその人の中身が何かっていうところにどんどんフォーカスしていくから、それってこう生まれ持って使ってきた人間の体とはどんどん乖離していくっていうことがあり得るわけですよね。そうだよ。特にね、サイバー空間でなんていう話になってくると、例えば自分のリアルな体がどうかって関係ないわけだし、はいさらにその擬態みたいな話になってくると、肉体もその年齢を超越して SF じゃなくなる可能性って大いにあるわけだもんね。はい、ありますよね。だからそう例えばソードアートオンラインなんかでも、重病でもう寝たきりで病院から一歩も出られないような子たちが、そのサイバー空間では生き生きと冒険をしていて、そっちのアバターで生きてる自分っていう方が、病院で寝たきりで機械につながれてる自分よりも自分らしかったりするっていう世界が描かれてたりするので。いつかこう自分が寝たきり老人になってる時に寝たきりの本体を抱えながら青春をエンジョイする自分が生まれるかもしれないなっていう。高架機動ならね、ダイブっていう、はい、その入り口に入ったなと思うのは VR って実際やってみるとさ、やっぱり今までのそのでかい画面に見せたのとは違う圧倒的にリアル感があって、俺一つ世界開けたなと。それもアバターっていう言葉で言ってたけど、もうサイバー空間上の擬態が今、ソフトウェア的にはもうできるわけだから、満たすのは心じゃない、だから心を満足させるっていう意味では完全ではないかもしれないけど、少なくともその VR 上ではなりたい自分なれるっていうのはもうすでにもう始まったからね。映画の中だと、ちゃんと出てくるのはイノセンスの方なのかな、なんですけど、広角機動隊の原作版の世界で描かれているデカトンケイルっていうスーパーコンピューターがあるんですよ。これがですね、設定上はポセイドン・インダストリアルっていうマイクロマシンを製造している超多国籍企業が持ってるスーパーコンピューター。ここで言うとマイクロマシンのメーカーがその超多国籍企業なんですけど、これって言ってしまえばガーファムじゃないですか。そうだよね。現時点で世界中にビッグテックと呼ばれているような超大企業、多国籍な大企業があって、でそういうところが持っている広角機動隊の中ではちゃんと物理的なスーパーコンピューターで、それとはまた別の形ではあるけれども、ガーファムが持っている、巨大な例えば AWS みたいなデータっていわばスーパーコンピューターじゃないですか。そうだよね。はい。もうそもそも、クラウドなんて世界がなかった頃の話だけど、でもまさにそれの進化系がここに書いてあるもんね。はい。これからどんどんそのビッグデータを AI で解析できるようになっていくと、いろんな世界中のありとあらゆる情報とかデータっていうのがわーって吸い上げられていって、それがいろんなところにダウンローディングされていくっていう、この世界観自体はもう正解っていう感じなんですよね。広角機動隊で並列化、瞬時に情報吸い上げて瞬時にそれが普遍化してしまうっていう、まさにこのクラウドコンピューティングの直球の話で。でも確かにそのガーファってこの後どうなんのみたいな話って、未来速の中でもこれから本当に巨大な国家を超えるような存在になっていくだろうなっていうのは描いてるけど、クラウドロニクスって田中さんが最初に言ったのって何年ぐらいですか？クラウドロニクスを最初言ったのは2015年に未来速最初に出す時にクラウドコンピューティングっていう最初クラウドコンピューティングって言ってたけど、そのクラウドのコンピューティングというよりもこれからコンピューター人工知能異質な存在になると、そこでネットワークが高速になればハードウェアそういったスーパーのコンピューターが一体化することによってもう境目がなくなる、それをそしてクラウドロニクスって言い始めたのが2015年だね。皆さんが普通に使ってる「Hey Siri 明日の天気は?」とかって言ってるのは、実はデカトン経理使ってるのと同じなんだよっていう、そのねスケール感みたいなものがまだまだ私たち伝えられてないなっていうふうに思うんですよね。特に2035で描いた新しい世界っていうのが、これからの AI の存在が僕らの生活アビリティの前提になると。だから記憶力って絶対かなわないし、単なる情報、単なる知識、単なる計算結果みたいなものはもうどうやっても空の向こう側に AI があるんで、そっち側にも頼らざるを得ない。人間は人間しかできないことをやるべきっていうことが今回2035年が強く描いてるんだけど、AI が当たり前になる世界、なんかみんなやっぱりまだピンとこない、さっきの「ヘイシリ」みたいな、まだそのところしか言ってない、でもその向こう側に、それをね、広がるレッドの広大な海素子さんの有名な、
そうですね。そこに繋がってるんだなっていうのがもっといろんな人に伝わっていくといいなと思います。じゃあ田中さん最後に、はい、これから見る人、初めて見るとか、まあ久しぶりでちょっと忘れてるんだよねっていう人が広角機動隊を見るのにおすすめのポイントっていうのをぜひ教えてください。僕も久しぶりで本当に改めて今のこのコンピューターの世界が25年前にこれだけ忠実に描かれてるんだっていうのは本当にすごいなと思います。だからまず行く前にちょっと予習していくのがいいと思います。でその上で自分の今の置かれてるそのクラウドが始まる新しい世界っていうのがこんなに描かれてるんだな、そういう視点のビジネスを見てほしいんですよね。このコンピューターだけじゃなく AI であり、あと IoT であり、ロボット、これをなかなか今って僕らはまだ始まったばかりで、そういうのが当たり前な世界と思い描くことはできないけど、でもこれ見るともしかしたらこんなふうになるのかもしれないっていうのはちょっとイメージ膨らませることができると思う。あと何よりもやっぱり25年生き続けるってことはそれだけの魅力があるからで、ちゃんと思考を尽くして作った本物ってこんなに長く生きられるんだっていう、ちょっとそういう視点でもぜひ見てほしいですね。ミシャは私のおすすめポイントは、そうですね、田中さんと同じで四半世紀前の SF なのに全く古くないっていう、はい、今でも未来の話として見ても視聴に耐えるっていうその先進性っていうのは絶対見てほしいなっていうのがあって、一方で意外なところが古く感じるんですよね。例えば公衆電話からハッキングするじゃないですか。そういえばね、それでいけばスマホもないんだよね。そうなんですよ。まだ残念だけど、その通信に関しては SF の世界を追い越したんだなっていうのを感じていて、そうだね。それって結構大きなビジネスヒントじゃないです？なるほどなるほどなるほどね。スマートフォンの存在ってすごい改めて画期的なその SF 世界にも現れなかったような世界なんだなっていうのはちょっと感じました。なるほど。通信ね。なるほど。その今との対比っていうのを見るっていうのは面白いってことだよね。素子さんが最後に「わらべの時は語ることもわらべのごとく」っていうようなことを言うじゃないですか。はい、あれって要は一線踏み越えちゃうともう元には戻れないよっていうようなことを言ってるんですけど、まさしくその広角機動隊を見る前と見た後では戻れないものがあるし、今のコロナアフターコロナもきっと戻れないものがあるし、ありとあらゆるものがポイントオブノーリターンみたいなのがね、今起きていると思うので、なんかそこも感じながらぜひ鑑賞してもらえたらいいなと思いました。はい。じゃあ映画館にまずみんなで行きましょう。はい、全然これ別にスポンサードじゃないですから。はいはい。じゃあそんな感じで、はい、今日はありがとうございました。今日はありがとうございました。